こんにちは、アルシチャンネルです。今回は、悟りを開くと人生はシンプルで楽になる。著者はニューアースで有名なエックハルト・トールさん。スピリチュアル界では有名です。早速見ていきましょう。悟りとは何でしょうか。30年余り、道端で物乞いをしている男がいたとします。ある日のこと、通りがかった人に帽子を差し出すと、お決まりのセリフを口ごもりながら言いました。哀れな物乞いにお恵みを。通行人は答えました。あなたに差し上げられるものは私にはありません。ところで、君が腰掛けているその箱は何ですか。物乞いは思わぬ質問に戸惑いました。この箱ですか。なんてことのねえ、ただの古ぼけた箱ですよ。そこで通行人は尋ねました。箱の中を開けてみたことはあるのかい。物乞いは笑いました。いいえ、開けてみたことなんかありませんよ。そんなことして何になるんです。どうせ中身なんか空っぽですよ。通行人は、とにかく一度開けてごらんよ、と促しました。物乞いは、今まで座っていた箱の蓋をめんどくさそうに開けてみました。すると、空だと思い込んでいた箱には、黄金がびっしりと詰まっていたのです。私は、このお話の中の通行人のようなものです。あなたに何かを与えるわけではありませんが、その代わり箱を開けてごらんなさい、と促しているんです。ここで言う箱とは、あなたの内面という意味です。あなたはきっと、私は物乞いなんかじゃない、と反論なさることでしょう。でも、財産に恵まれていたとしても、まだ大いなる存在の輝きと、心の平安という真の富を手にしていない人は物乞いと同じようなものです。そのような人たちは自分の外側に虚しい快楽や満足感を求め、自分の存在価値や愛情を探しているのです。何者とも比較にならないほど素晴らしい宝物が自分の中に眠っていることにまだ気づいていないのです。悟りという言葉を聞くと、私たちは聖人君子のみが達することのできる心境という先入観を抱いてしまいがちです。しかもあなたのエゴもあなたがそう解釈することを望んでいるのです。しかし真実は違います。大いなる存在と一つであること、そしてその状態を保つこと。これが悟りなのです。矛盾しているようですが、大いなる存在は本質的にあなた自身であると同時に、あなたよりもはるかに偉大な存在なのです。それはあなたという人間の名前や肩書き、財産や外見を超えた本当の自分を見つけ出すことであると言えるでしょう。この一体感を感じることができないと、自分を取り巻く世界から自分は切り離されているという幻想が始まります。そして自分がポツンと孤立したちっぽけな存在に過ぎないかのような錯覚に陥ります。そして不安が頭をもたげるようになり、周囲とうまくいかなくなったり、心の悩みが日常茶飯事になってしまうのです。大いなる存在とは、死を運命づけられた無数の生命形態を超える唯一の不滅の命です。しかも、大いなる存在は、あらゆる生命の奥深くに、目には見えず、絶対に滅びることのない本質として宿っているのです。つまり、大いなる存在は、人間の最も深いところに、本当の自分として存在しており、私たちはそれにつながることができるのです。ただ、
このことについて頭を使って考えようとはしないでください。頭で理解できることには限界があります。あなたの思考が止まっている時にこそ、私の言葉の意味がわかるはずです。あなたが今にある時、言い換えれば、あなたが完全に今という時に集中していれば、大いなる存在を感じることができるでしょう。それは人間の頭では理解することはできません。大いなる存在が自分と共にあるという感覚を保ち続けることこそが悟りなのです。大いなる存在こそが人間の本質です。私たちはそれを直に感じられるのです。私は今ここにこうして存在するという感覚がそれです。私は田中ですという呼び名を超えた本当の自分に気づくことなのです。大いなる存在という言葉の本当の意味を理解すれば、大いなる存在を経験する日はもう目の前です。しかし多くの人は大いなる存在を経験するのが難しいものです。それは自分の思考を本当の自分だと思い込んでいるからです。すると思考はコントロールが効かなくなり、勝手に活動してしまいます。ほとんどの人がこの習性を持っているため、私たちの感覚はすっかり麻痺してしまい、これがごく当たり前のことだと思い込んでしまっているのです。ひっきりなしの思考の騒音が大いなる存在と一つになって心の平安に到達するのを妨げているのです。しかも思考の暴走による弊害はそれだけにとどまりません。不安や苦しみをこしらえる偽の自分をもでっち上げてしまうのです。自分の思考を本当の自分とみなしていると、レッテル、決めつけなどの曇りガラスを通して世界を眺めます。するとすべてのものが歪んで見えるため、すべてのものと真の関係が築けなくなってしまうのです。私たちはこの曇りガラスを他人や自然に対してはもちろん、自分自身に対してさえ使っているのです。この曇りガラスこそがすべてのものは離れ離れであるという幻想を生んでいるのです。自分はすべてと一つであるという根本的な事実をすっかり忘れてしまっているのです。ほとんどの人は思考が主人になりすまし、あなた自身がしもべになっています。自分でも気づかないうちに思考を本当の自分だと思い込んでいるということです。自由への第一歩は、自分の思考は本当の自分ではないと気づくことから始まります。そう気づくと、思考を客観的に眺めることができるようになります。思考を客観的に眺めると、より高次元の意識が活動し始めます。思考をはるかに超えた果てしない知性の世界が存在することや、思考はそのごく小さな一面に過ぎないことにも気づき始めます。さらに、本当にかけがえのないものが見え始めます。それは思考とは別の源泉から湧き上がる美しさ、愛、創造性、喜び、心の平安です。その時あなたは、私はやっと目を覚ましたと思うはずです。どうしたら思考をコントロールできるのでしょうか。あなたがもし頭の中で声が聞こえるんですとお医者さんに打ち明ければ、お医者さんはあなたに精神科医を紹介するでしょう。でも実際にはほとんどの人がこれと似たようなことを日常的に経験しているものです。これは本当はやめることができるのにほったらかしにされている人間の習性です。終わりのない独り言、もう一人の自分との会話、
と名付けてもいいでしょう。ぶつぶつと独り言をつぶやき続ける人に道で出くわしたことはありませんか？実を言うと、私たちの行っている頭の中の会話もこれと大差ありません。実際に声に出すかどうかの違いだけなのです。思考は意見をする、推測する、判断を下す、比較する、文句を言う、といったことを休みなく行っているものです。思考が状況に適したことを言っているかというと、必ずしもそうとは限りません。つい最近の出来事や、はるか昔のことを再現したり、これから起こりそうなことをリハーサルしていたりもします。大抵は何か良くないことが起こるのではないかという悲観的な見方をしています。これは簡単に言うと不安です。もちろん思考が状況に即したことを言っている時だってあるでしょう。ただそれが有益かどうかはまた別問題です。なぜなら思考は過去という物差しを使って物事を判断しているからです。その上、自分が属する文化特有の考え方からも制約を受けています。このような事情から、思考は過去の視点から現在を眺め、判断を下し、現実をすっかり歪めてしまうのです。思考が本人にとって最大の敵であることも決して珍しいことではありません。現にたくさんの人たちが自分自身を攻撃する邪魔者と共存しているのです。でも私たちはこの思考の束縛から自分自身を解放することができます。そうして初めて真の自由を手に入れることができます。さあ、最初のステップを踏み出しましょう。そのステップとは、できる限り思考の声に耳を傾けることです。何度も繰り返されるセリフには特に注意を払いましょう。数年間にわたりかけ続けられてきた古いレコードがないか、よく耳を澄ませてください。これが私の言う思考を客観的に眺めるということです。頭の中の声に耳を傾けると言い換えることもできます。この声を聞くときには批判せず偏りのない心で行いましょう。批判するという行為そのものも思考の声に変わりないからです。これをしていると独り言をする声があって、さらにそれを聞き観察している本当の自分がいるとだんだんわかるようになってきます。この本当の自分がいるという感覚は思考とは別のもので、この感覚は思考を超えた源泉から発せられているのです。このように思考を客観的に眺めていると、その行為をしている本当の自分の存在に気づきます。本当の自分に気づくと、意識は新たなレベルに到達します。勝手に活動していた思考はパワーを失い、本当の自分のしもべになります。これが無意識的な思考活動を終わらせる第一歩です。思考がおしゃべりをやめると無心状態が生まれます。最初のうち無心状態はほんの数秒間しか続かないかもしれませんが、心がけ次第でだんだんと長く続くようになります。無心状態の時には心の平安を実感するはずです。これが普段思考の雑音によって消されている大いなる存在との一体感なのです。この状態は本来人間にとって自然な状態であるのです。経験を積めば積むほど平安の態はより一層深まっていきます。限界はありません。同時に自分の内側から魂の喜びが湧き上がるのを感じるでしょう。これが今にあることの喜びです。
考を客観的に眺める以外にも、無心状態を作る方法がいくつかあります。意識を 100% 今に集中させて思考活動を遮断するのもその一つです。意識のすべてを今この瞬間に向けてみましょう。そうすれば思考活動をストップでき、意識が鋭敏であると同時に考え事をしていない無心状態になります。このエクササイズは満足のいく結果をもたらすでしょう。また、これが瞑想の極意でもあります。この方法を日常生活の中で具体的にどう行っていくのかをご説明しましょう。単なる手段として行っている動作に全意識を集中させるのです。すると、手段が目的そのものに変わります。例えば、家や会社で階段を上り下りするとき、呼吸はもちろん、その一歩一歩に全意識を集中させるのです。これが完全に今にあることです。手を洗うときも同じ要領でします。行動がどんなことでも、それをするときに自分が受ける感覚を一つ残らず意識しましょう。水の音を聞き、水が手に触れた時の感触を感じ、石鹸を泡立てている時にその香りを嗅ぐ。車に乗る時も同じ。ドアを閉めたら、ほんのわずかな時間で構いませんから、じっと自分の呼吸を観察してみます。私は存在するというパワフルな感覚を楽しみましょう。このエクササイズが成功しているかどうかを知る目安は、エクササイズをすることで得られる心の平安の度合いです。感じる度合いが高ければ高いほど、エクササイズがうまくいっている証拠です。結論を言えば、悟りを開くための一番肝心なステップは、思考を本当の自分とみなすのをやめること。絶え間なく流れている思考に隙間を作るたびに、意識の光が輝き出します。そのうちに頭の声を笑ってやり過ごせる日が来るでしょう。これは思考をあまり真剣に受け止めなくなっている好ましいサインです。あなたはもう思考によって自分というアイデンティティを作っていないのです。もちろん生存競争で生き残るには思考力は必要です。ただ思考力とはあくまでも道具です。道具は仕事をするために使うものであり、仕事が済んだ後は片付けなくてはなりません。ところが私の見るところ、ほとんどの人の思考活動は 80% が堂々巡りか無駄なだけではなく、ネガティブな性質のためにむしろ有害でさえあるのです。試しに自分の思考を観察してごらんなさい。私の言っていることが本当だとわかりますよ。これは深刻な生命エネルギー流出の原因にもなります。コントロールできない思考は中毒症状の一種と呼んでも過言ではありません。中毒の定義とは何でしょう。簡単に言えば、自分では止めることのできない現象ではないでしょうか。要するに、何かが自分に対して権力を握って、力関係が逆転してしまっていることなのです。なぜ私たちは思考に溺れてしまうのでしょうか。それは思考によって自分のアイデンティティを確立しているからです。別の言い方をすると、頭の良し悪しを自分の存在価値を測る尺度にしているということです。頭を使うのをやめた瞬間、自分は生きている意味がなくなると、そう思い込んでいるんです。大人になるに従って、私たちは個人的または社会的環境に基づいて、私は誰かというイメージを形成していきます。この偽の自分は、またの名をエゴと言います。エゴは思考があることで、その存在が成り立っています。
エゴは絶えず考えることによってのみ生きられるのです。エゴという言葉は人によって解釈はまちまちですが、私がここで使う場合には、自分でも気づかない間に思考を自分と一体化することで作られる偽の自分を意味しています。エゴにとって今この瞬間は存在しないも同然です。エゴにとっては過去と未来が全てです。エゴの世界では真実がこのように180度転倒してしまうことが思考が正常に機能しなくなる原因なのです。エゴは過去を生かしておくことに必死です。過去がなかったらエゴは自分が一体誰なのかわからなくなってしまうからです。そしてエゴは先々の身の保証を確実にするために未来の姿もしょっちゅう気にかけています。将来、なんとか重荷から解放されよう、目標を達成しよう、と必死なのです。エゴの口癖はこんな感じでしょう。いつの日かあれが実現したら、その時初めて私は幸せになる。エゴが一見今に注目しているように思えても、実際は違います。エゴはいつでも過去というメガネを通して今を眺めているからです。それが原因で現実をひどく歪めているのです。エゴは現在をゴールに到達するまでの通過地点に捉え、その価値を著しく損ねています。しかし、ゴールというものはいつでも頭の中にしか存在しない未来に属していて、現実ではありません。今この瞬間が悟りを開くことの鍵を握っているのです。思考と一つになっている限り、今この瞬間を見極めることはできないのです。もちろん、思考を手放すということではありません。悟りを開くということは、思考を超えたレベルに到達することで、悟りを開いてからでも必要な時にはもちろん思考を使います。でもその使い方は悟りを開く前よりもずっと効率的で集中しています。悟りを開いた人は目的がある時だけ思考力を使います。しかも自分でコントロールできない頭の中の声はなくなり、心には静けさがあります。創造的なアイデアを必要とするときには、思考が活動した状態とぴったりと止まった状態を何分かおきに交互に経験するものです。これは思考状態と無心状態とも言えます。本当の芸術家というものは、本人が自覚しているかいないかは別として、思考が止まった状態、すなわち無心状態で芸術を創造しているのです。思考が止まっていないときには、私たちはクリエイティブなひらめき、洞察力を形にできないのです。歴史に名を残す偉大な科学者たちも、アイデアがひらめいたのは思考が止まった状態の時だったと報告しています。アメリカ全土でアインシュタインをはじめとする著名な数学者、科学者たちの成功の秘訣を探ろうという調査が実施されました。それによると、ほんの一瞬というひらめきの活動の中で、考えるという行為は補助的な役割しか果たしていないという驚くべき結果が発表されました。とすると、私たちがアインシュタインのようにクリエイティブでない理由は、頭の使い方を知らないからというよりは、思考の活動の止め方を知らないからということが言えるのではないでしょうか。地球上で日夜刻々と無数の命が誕生し、その命が維持されているという奇跡は思考で可能になっているわけではありません。あなたもご存知でしょうが、人間の細胞の直径はわずか1インチ 2.5 センチの1000分の1程度しかありません。
しかし、そのごく小さな細胞1個の DNA には、なんと600ページもある本1000冊分の情報が記されているというのですから、全く驚きの一言です。人間の体の仕組みを知れば知るほど、頭脳よりはるかに偉大なインテリジェンスの存在を確信しないわけにはいきません。私たちの頭脳がこのインテリジェンスとつながれば、思考は最高の道具になり、実力以上の力を発揮するようにもなるのです。今にあると人生の苦しみは消える。私たちの苦しみのほとんどは実は自分が作っているものなんです。言うなれば、私たちは必要のない苦しみを自分から背負っているということになります。苦しみの度合いは自分がどれくらい今この瞬間に抵抗しているかに比例しています。これは同時にどれだけ自分が思考と一つになっているかという度合いをも示しています。思考は今この瞬間を嫌っているので、いつもそこから逃げようとしているのです。思考を本当の自分とみなすほど苦しみは増すばかりです。でも、それは見方を変えるとこういうことにもなりませんか？今この瞬間をあるがままに受け入れるほど痛みや苦しみはなくなる。なぜ思考は今この瞬間に抵抗するのでしょうか？その理由は、思考は過去、未来という時間の概念なしには機能できないからです。そのため、思考は時間のない今この瞬間を脅威に感じているのです。時間と思考は互いに離れられない間柄です。ここで少しイメージしてみましょう。人類の存在しない地球、植物と動物だけが住む地球です。その地球に過去や未来は存在するでしょうか？時間について意義のある会話は成立するでしょうか？今何時ですか？今日は何日だっけ？こんな問いかけをすることに意味はあるでしょうか？木や小鳥たちはそんな質問に戸惑うでしょうね。今何時ですか？こう聞かれたら彼らはきっとこう答えるでしょう。今何時かって、そんなこと決まってるじゃないか。今は今だよ。今以外に一体どんな時があるっていうのさ。確かに世の中で責任を果たしていくには思考も時間も欠かせないものです。かといってこれらが人生の主導権を握ってしまうようになると危険信号です。そこまで来るとどこかに支障をきたしたり苦しみを抱くようになってしまいます。思考はすべてをコントロールしようと今この瞬間という時をいつも過去と未来というカーテンで覆い隠そうとします。すると今と結びついた大いなる存在の生命力や想像力も時間という罠にはまり、本当の自分もピンボケ写真のようなものになってしまいます。人は時間という重荷を日ごとに募らせています。しかもかけがえのない今この瞬間を無視したり拒否したり、未来に到達するための通過地点とみなすなどしてその価値を下げ、重荷を一層膨らませているのです。未来は思考の中にだけ存在する幻であって、現実には存在しないものなのです。一人一人の人間の意識と人間の集合意識の中に積もっている時間には、過去の経験による痛みの数もかなり含まれています。自分にも他人にももう痛みを与えたくないなら、また自分の中で生き続けている過去の痛みの数をもうこれ以上増やしたくないなら、取るべきステップはただ一つ。それは時間の概念を捨てること。
せめて普段の生活で必要以上に時間にとらわれないよう心がけるだけで人生が変わってくるはずです。では、実際にどうすれば時間の概念を捨てられるでしょうか。今この瞬間以外は存在しないという事実を心の奥から悟ることです。今この瞬間にフォーカスし、人生の真ん中に据えるのです。これまでは時間の世界に住み、今この瞬間にはたまに訪れる程度だったでしょう。これからは逆に今この瞬間を自分の住処として物事を解決するのに必要な時だけ過去と未来を訪れるのです。今この瞬間を抱きしめるのです。すでにそうであるものに抵抗することほど無益なことがあるでしょうか。あるがままに身を委ねましょう。そうすれば向かい風だった人生が突然追い風に変わっていくのを体験するでしょう。